なんでコミュニケーション力磨くんですか？めちゃめちゃ人生で役に立つ幸せになる一つの要素ですよ。本日なんですけど、はい、アップルさんが年商38億円っていうところで営業の研修っていうのを一部公開していただこうかなと思っておりますので、お願いいたします。はい、お願いします。要はこんな感じであって、単純ファースト新規とかっていうのは全く新規の問い合わせと、セカンド新規は、例えばさ、見積もり比較サイトとか、ホームページから情報を登録してて、それの問い合わせで電話来るみたいな人がいて、そこからも3つで、そのまま電話で決定するか、受注するか、検討保留になるか、家族だったら見積もりアポイントメント取るか、その後って単純に引っ越しまでの間に健康とか、これどうしたらいいのとかって問い合わせがあったりとか、検討中だったら相談があって、結果受注するのか、受注を落とすのか、見積もりアポの決定か保留か、みたいな。これがアドバイザーって僕らが言っているコールセンターの仕事。営業って得意不得意みたいなのって分かれたりすると思うんですけど、僕からしたらあんま関係ないですね。タイプによってやり方変えればいいだけだと思うんですよ。僕も営業苦手なんですよ。苦手っていうかあんまり好きじゃないんですよ。でも別に引っ越しの営業行ったら全然取れますし、考え方でいくと大きく分けて必要な要素って営業だってまずやる気なんですよね。モチベーション。で、単純にスキルじゃないですか。もう一個言うならばタイプもあると思うんですよね。よく一般的に営業ができるなっていうのは、いわゆる口が上手い人とか、オーバートークできる人みたいな。誰でもできない仕事と誰でもできる仕事っていう二軸があるとして、例えばじゃあコンビニの店員とか、レストランの店員とか、引っ越しのスタッフとかもそうなんですけど、入り口が広いパターン。誰でもやろうと思ったらできる。体が五体満足だとか、日本語が喋れて仕事に行くっていうことができればできる仕事と、反対側は研究者とか弁護士、医者とか、入り口がとにかく狭い仕事。世間一般的には、この入り口が狭い仕事が社会的地位が高いような感じになっていて、収入が多いとかあるわけじゃないですか。僕の発想は確かにそうなんだけど、これってでももう学生時代10代に決まっちゃうわけですよ、ほとんど。10代に勉強頑張って一生懸命やった人が入り口狭くて稼げる仕事に行ったら、まあそれしょうがない。10代の時この人努力したから。じゃあこっちの人たちはもう終わりなのかと。もう稼ぐ余地はないのかって言った時に、でも僕はこの考え方は大事だと思ってて、入り口が広い仕事っていうのは奥が深いと。ピラミッド上で考えた時に僕らの仕事ってこの広さからここまであるから、要はここの差がすごいです。できる人とできない人の差。でも入り口が狭いってことはそのまま10代の時に勉強でここまで精査されて、ここの仕事をしてるから、最初からだから頑張ったらここなんですね。だからとにかく僕らとしては、昔ちょっと頑張れなかったり、そこまで頭良くなかったけどっていう人が、いかにこの入り口広いとこから稼げるとか、人間的にどう成長、スキルを上げていけるかっていう考え方をしてるんですよ。とにかく言いたいことは、誰でもできる仕事こそ奥が深いと思ってるんですよ。営業もそういう仕事なんですよ。もっと言うと経営者もそうだ。だって誰でもなれるじゃないですか。誰でもできる。間口は広い。だけど、やりきるかやりきれないかで奥の深さが違うんで、やりきれない人たちが俺らの仕事はって言ってるだけだと。失敗してるだけだと。なんで営業も、その中で取れる人取れない人っていうのは違う人種みたいなのが使われてます。でも僕からしたらそんなことないと。なんでやるかやらないかなんで、あなたでもできるからと。で、あと、僕営業ができるようになって一番の報酬っていうのはコミュニケーション力だと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、コミュニケーション力高い人って人から好かれるし、協力してくれる人がいるし、助けてくれるんですよ。僕が実際そうだったんで。嫌われないとかね。異性もそうだし、友達もそうだし、家族もそうだし、上司部下とか、ありとあらゆる人の関係性構築にめちゃめちゃ役立つんですよ。入り口が狭い職種の人は頭いいかもしれないけど、コミュニケーション力がアホみたいに低い人がいるわけですよ。こういう人が揉めたりとか、嫌われたりとかするわけで、とにかく嫌なことが減っていいことが増えるんです。コミュニケーション力高いと。これがやっぱ好循環することで幸せな人生に寄与していくわけですよね。だからもう営業をなぜ頑張るかっつったら、コミュニケーション力を磨くためだと。なんでコミュニケーション力磨くんですか？めちゃめちゃ人生で役に立つ幸せになる一つの要素ですよっていうことを言うんですね。コミュニケーション上手い人が結局うまくいくんで、損は全くないし、むしろ得することがいっぱいあると。だから頑張ったらいいことありますよって言ってるんですよ。もっと言うと、俺ら間口広い仕事してるかもしれないけど、営業ってどの会社でも大体ありますよと。営業ができるんだったらどの会社でも入れる可能性あります。営業ができる人は何売っても売れますから。営業のスキル、コミュニケーションスキルはほとんどの職種で必要ですよと。っていう感じで大体言ってるんですけど、よく言う目的と目標って言うんですけど、目標っていうのは定量的な数字じゃなきゃいけないと。目的は抽象的なんだと。で、あくまでも営業っていうと、受注すること、契約を取ること、これはでも目標でしかないです。何のために受注を取るんですかっていうのはやっぱりちゃんと考えましょうと言っていて、これはもううちの理念もありますけど、それが相手のために役立つかどうかっていうことが根本やっぱないと、自分が取りたい自分が中心になっちゃうんで、それ忘れちゃダメですよみたいな。アドバイザーの仕事は受注を取るっていうことが目標であったりとか数値化されますけど、前提としてお客様から信用信頼を得ることと安心してお任せいただくこと、これが目的なんだと。 AD としては大体こんな感じで使いしていて、一つ目はやっぱ心構えだと。二つ目はやっぱお客様のためじゃなくて立場になって考えると。その上が絶対徹底スキル4大法則が前提ですと。これができて電話に出れるように一応なりますっていう定義にしてるんですよね。その上で業務スキルと任せられる曲線って書いてます。要はクロージングスキルです。
大体一人でできるようになるまでどのぐらい？結構すぐできますよ。3番の絶対入れてスキル4大法則って言いますけど、要は声のトーンと入り方っていう脳から入らないみたいな話と、保留するときは15秒以内で基本的に厳守しましょうとか、あと折り返しにするときはこういう言い方しない。これだけなんで、基本的にはすぐ出れますけどね。新卒とかで入ってきても、まだ1年経ってない言葉でも真面目にやって、吸収が早くなったら、半年ぐらい経ったら、今までいた社員と同じぐらい数取れますし、仕組み化としては上出来なんですけどね。心構えとしてはこれやって言ってますけど、とにかくお客様は正しいという前提にしなさいと。よく営業の言い訳で、お客様がややこしい人で、とか、お客様がちょっとわがままで、とか、いやいやいや、お客様が決めてるんだけど、それは全部自分で導いてる答えだから、お願いしますも、やめますも、そのお客様としてはお客様正しいから。何を言われたかじゃなくて、常にお客様から学びなさいっていう。お客様が正しくないみたいなに思っちゃうと、全部思考停止しちゃうんで、お客様は正しいっていうことがまず前提ですと。こういうのが心構えだって言うんですけど、お客様からこういうコメントあるわけですよね。いや、アップルさん安くないから今回頼みません。他社がもっと安かったんです。よくあるパターン。あとは、言ってることがよくわかりません。もう大丈夫です。もう他で決めるんで、みたいな。伝わってないみたいなパターンですよね。これ普通に何も考えなかったら、安くないからってお客様言ったんですけど、嘘でしょ？私の方がプロだし、毎日電話かけてるし、相場から見ても超安く出してるんですけど、これで終わっちゃうんですよ。私はちゃんと説明してるじゃん。なんで分かってくれないのって打席仕込んだんですよ。こういう受け止め方してると進歩しないんで、とにかく細かいことを置いといても、お客様が言ったっていう事実は事実だと。これはお客様にとって事実で正しいんだから、正直な感情言葉ですよね。だからなんでそう言われてしまったのか、なぜそういう言動をさせているのかっていうことを考えましょうねと。そうするとやっぱいろんな視点が出てくるんで、例えば安いって言われたことに関しても、なんでじゃあ他社が安いのか。他社にも理由がありますよね、絶対ね。暇だとか、もしくはそもそも安くないのに、めんどくせえから安いって言ったんじゃないかみたいなとか、見積もりがこっちがちょっと過剰気味で、向こうがきつめだったとか、いやトラックサイズが向こうが小さいトラックを言ってるとかですね。ってなると自分が見積もったサイズがおかしいんじゃないかとかですね。とにかくいろんなことを考えて、次に似たような状況になった時に、次はどうしようかなと考えなさいと。2つ目は、お客様一人一人にストーリーがあるじゃないですか。毎日電話かけてると、毎日何十件受ける電話の1件だから、業務になっちゃうけど、でもお客様からしたら、下手したら一生に1回の引っ越しかもしれないですよ。もしかしたら今回結婚して、それに伴う引っ越しかもしれないです。引っ越しに至るストーリーもあるから、ちゃんとそういうこと忘れちゃいけませんよと。うちの会社で言ってるのは、必ず、引っ越しですね。どっからどこですかじゃないんだと。引っ越しする理由を教えてくださいと。もちろん無理に聞く必要はないんですけど、背景を聞くことが結構大事なことですよっていつも言うんですよ。この図だけで見ても、この22歳新卒入社で一人暮らしっていう人と、32歳結婚して出産を控えて家を買った人と、一番うちが安いんですって同じ攻め方しますみたいな。22歳聞きますよ。金ないから。でも32歳の段階だったら、いや、安いのも大事だけど、ちゃんとやってほしいんですよね。だからどこを求めてるかも変わりますから、どういう価値観かっていうのも違うんで、みたいなことをこう言いたくて書いてるんですけど、3つ目は、そもそもあなた自身に魅力がなければ売れませんよと。どれだけ安くてどれだけいいものがあっても、まやかしで少し売れるかもしれないけど、基本的にはやっぱりあなたに魅力がなければ売れませんと。4つ目は単純ですけど、結局感情で最後買うんだぞ。絶対に買う時の感情を忘れてはいけない。お金が払ってるのはサービス提供価値みたいなのもありますけど、コスパタイパーって最近言いますよね、みたいな。ただ安いだけじゃないんだと。売る時にこうなるのは理論で値段が高いから売れないってみんな分かりやすいんですよ。これ多席にできるし、分かりやすい数字で現れてるから。でも違いますよと。値段も一つの要素なだけであって、全部ではないですよと。値段だけで売れないんだったら、この世の中に自動販売機もコンビニもベンツも絶対存在しませんと。それをどう考えるかって言ったら、この値段払っても俺価値があると思ったら買いますよねと。とにかく言いたいことは、理論で売るなと。理論で決めつけないでよと。5番は値下げで勝てば値下げで負けますよって。6番はすぐ解決する問題解決のがやっぱ勉強のせいで出ちゃうんですよね。問題の解決じゃないんですよ。だって問題の解決ってことはお客様がその問題を認識してるってことなんです。一番重要なのはお客様が気づいてない問題を発見することだと。ほとんどのお客様って本当の問題に気づいてないよと。これもよく言うんですけど、例えばフォードの創業者が言ったのは、人類がもっと速い馬はないかと言い続けたことに対して問題解決ばかりしていたら車は生まれなかったって言ってるわけですよ。速い馬を探すんじゃなくて、顧客が求めてるのは早く移動したいってことじゃないですか。移動に時間がかかってるってことが問題だったわけですね。こういう考え方をしていかないと、お客様から言われたことだけご用聞きみたいにやってても良くないんですよ。指輪が欲しいって来た時に、指輪欲しいんですねと、ご予算はとか、じゃあこの指輪が安いんでおす
すすめです。こんなバカな営業いるかいなと。何のために指輪買いたいんですかって聞きますよね。婚約指輪探してます。したら安いだけで言ってはダメですよねと。これがいわゆる問題の発見って言ってるわけです。背景聞いてくださいと。これもただ引っ越したいんですけど、安くしてください。さあ自分の思い込みで安い方が決まると思ってたら、この日が安いですよって言っちゃうわけです。そうじゃなくてと。なぜ引っ越しするんですか？離婚でとかって言われたら、こういう背景があるよなって想像して、お金も大事だけど、例えば箱詰めどうするんだとか、荷物どれ持ってくと決まってるのかとか、子供いるのかなとか、大変だなとか考えながら、これを元に、じゃあこういうこと多分気をつけなきゃダメですよね、みたいな提案することですよと。7番は、売るっていうことは、お客様が知らなかった価値を提案することだから。新しい価値に気づかせてくれる人に、実は求めてるし、結果、良かったって言われるんだと。有名な話が、アリエールは発売当初、全く売れなかったと。で、なんで売れないんだと。当初、除菌ができるアリエールって言ってたわけですよ。だけど、売れなくて、で、いろいろ考えた結果、普通の人は菌がついてるっていうイメージがなかったので、何除菌ってみたいな。だけど、部屋干し臭は菌が原因なんですよと。アリエールだったら部屋干し臭を抑えられますよと言ったら一気に売れたわけですよ。これって問題解決をしようと思って、こっち目線で除菌って言ってるけど、普通の人には除菌の意味が分かんなかった。問題だと思ってなかったんですよ。部屋干し臭いなぐらい。問題は菌ですよと。問題を発見してあげたら売れたわけですよ。で、8はいろいろやってると雑音が入ってくるんで、お客様が悪いと感じたらちゃんと1に戻りなさいと。こういうちょっと実例を用いながら思考を柔らかくしていく。心構えとしてとにかくこれ忘れちゃダメですよってこう言うんですけど。こちらの例えば心構えを実施してうまくいかなかった場合っていうのは、その人の別でなんか問題があったりするっていうことがあるんですかね。うまくいかないことって大枠言ったらシンプルにスキル不足かやってないかなんですよ。やることをちゃんとやっていれば、あとはその細かいところのスキルが足りないだけなのか。やることやってなかったらやれ。やることやってるんだけど取れない人はスキルが不足してたりとか、このスキルの中にさっき言ったやる気もちょっと噛みますけどね。同じ言葉で言っても言い方違うじゃないですか。うちはすごくいいんですよっていう人と、うちはすごくいいんですよっていう人と、スキル不足、やることやってない、やってるだけ。この3パターンですかね。スキル不足だったら、どのスキルが今底してるのかちゃんと考えて学びに行く。やることやってないんだったら、まずやるべきことをやるために全力を尽くす。やってるふりっていうのは、まずお前の心構えから見直せみたいな。で、こうやって意外と喋るとみんな、ああ、確かにってなるんですよ。資料だけで伝えると、もうほぼ伝わってないですね。中間管理職も、ちゃんと言語で伝えてないと同じことなんですよ。営業ってめちゃくちゃ難しいのかもしれないです。奥が深いからこそ。そのめちゃめちゃ難しい奥が深いっていう。極めたら最強です。それはね、難しいっていうと否定言葉になっちゃうじゃないですか。だから僕は奥が深いとか、差がつけられるとか、めちゃめちゃ活躍できるチャンスがあるっていう風に言うんですけど、難しいって言うとみんなそれでも思考停止しちゃう人が多いんで、わかりやすくバカと頭のいい人みたいな話になりましたけど、言い方変えるとウサギとカメなんですよ。バカはずっと反復練習して体で覚えていくっていうんですけど、これのでも究極の強みがあって、続けられると思うんですよ。だから頭がバカで続けられないやつはもうどうしようもないんですよ。だけどバカなんだけど体で覚えていくタイプは究極の強みは継続力なんですよ。営業も継続力ってあるんですよ。陽キャで器用貧乏で理解力もあって頭もいいってなると、これって営業できるって言われるんですけど、でも会社目線で考えたらちょっとタッチが悪いんですよ。どっからもそう思われるし、何でもできるからすぐ儲かる会社に移ったり、すぐ儲かる業種に移るんで、会社の目線で考えたら120の成果出してくれたけど1年しか働いてくれてない営業と、60の成績だけど10年間ちゃんと真面目に働いてくれてる人間と、会社に対してのリターンどっちが大きいですかって考えた時に、会社の方針にもよるんですけど、僕は後者なんですね。だから逆に言うと、僕からしたらこの人が営業できるっていう拡大解釈にならなくて、それこそペテン師です。もっと先で言うと、会社の貢献とか時間軸を伸ばした時にどう考えるかによっても、会社からのあなた営業できるできないの評価多分変わってくると思うんですよ。だから頭悪いのがダメなわけじゃなくて、頭いいのがいいわけじゃなくて、それぞれ特性があるから、一瞬の爆発力で売るのか、長期で考えてもらって売っていくのか、これもだから先に言ったタイプで考えればいいと思うんですよ。いきなり亀タイプみたいな人が陽キャタイプの人の言い方を真似しようとかしてもやっぱできない場合があるんですよ。でも言うフレーズはいけるんですよ。言い方はちょっとずつやっていけばできるようになるんで、それがやっぱタイプ別に合わせたやり方みたいな。でこっちの陽キャタイプの人は何を考えるかっつったら持続性だけなんです。あとは俗人的に頼っちゃう傾向があるんで、亀の人は結構オペレーション守るんですよ。でも陽キャの人はオペレーション守るんですよ。イノベーターっちゃイノベーターなんですけど、継続力がなかったり俗人性すぎるんで、これをどう会社としていい方向を持っていくかっていうのは、これも会社が決めてやるべきなんですよね。それわざわざ崩さずにいいとこだから、そのまま俗人的にボンってやらせる。何でもかんでも仕組み化しましょうとかオペレーション化しましょうって言っちゃうと、この人も死ぬ可能性がある。こういうのも考えてどうやっていくかとかっていうのは、その人自身も理解してた方がいいし、上司とかマネージャーも理解して扱った方がいいと思うんですよ。
今日もご視聴ありがとうございました。今日営業というカテゴリーの中で研修で話しているようなことを話させていただきましたけど、同じように現場の作業とか人としてとかもそうですし、こんな感じでいろいろ研修や講義なども会社の中でよくやってますので、人として成長したいとか、引っ越しの仕事やってみたいっていう人をぜひぜひ募集してますのでよろしくお願いします。Apple 引っ越しセンターではホームページとか SNS、いろいろ情報を発信しておりますので、興味がある方はぜひ見ていただければと思います。また YouTube チャンネルも研修とか作業の様子、対談等々いろんな動画をアップしておりますので、もしよかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。この動画もぜひいいねを押してください。ご視聴ありがとうございました。